こんにちは、ハルトです。9ナルツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。人間関係において自分の感情をうまく表現できているでしょうか。感情の表現が苦手で誤解されたり人間関係がぎこちなくなったりする人は少なくありません。加藤、第三子の感情を出した方が好かれるは自身の感情を抑え込まずに表現することの大切さに焦点を当てた書籍です。本書は社会の中で感情を一圧しがちな現代人に対し自分を解放し、より自然で自由なコミュニケーションを育む方法を示しています。感情を出すことは余暇さや欠点だと思われがちですが、実は自己を譲らずに表現することがより深い人間関係の構築につながると説いています。また、無理に良い人を演じるのではなく、本来の自己をオープンに示す勇気を持つ重要性を強調しています。感情を豊かに表現できるようになることで、自分への自信や幸福感が増し、他者との心の距離を縮められるようになります。本書は、心理学的な分析や裏付けをもとに、具体力や実験的アドバイスを教えながら、感情表現が苦手な人でも今日から実験可能なノウハウを丁寧に教えています。日常生活や職場の人間関係でのストレスや悩みを狂言し、他人から好かれ尊敬される人になりたいと狙うすべての方に役立つ一冊です。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、感情表現の重要性。現代社会において多くの人が自身の感情を揮発しがちな傾向があります。その原因として他者からの評価や厳苛な人間関係維持への不安が挙げられます。しかし本書では、感情を適切に出すことが人間としての魅力につながると解説しています。感情を抑え込むとストレスが蓄積し、自律神経や心身を悪化させることもあります。感情表現が豊かな人は自己肯定感が高く、対人関係においても厳格にコミュニケーションが進むことが多いと指摘されます。また、適切に感情を表現することで内的平和や満足感を感じやすくなります。本書はこの感情表現を捧げる障壁の特定やそれを取り除く実験的な方法を提示しています。さらに、なぜ感情を素直に示す人が他者に好かれる傾向にあるのか、その心理的背景も明らかにしています。表現豊かなコミュニケーション数を身につけるために役立つ内容を多岐にわたって提供しています。次に、感情を出す勇気を持つ方法。多くの人はこれまでの人生ご経験の中で、感情的であることは弱さであると募った認識を持っていることが少なくありません。こうした誤解や恐怖心を克服するために、本書は勇気を持って素直な感情を背音に出す具体的なステップを細かく解説しています。例えば、自分のネガティブな感情を認め、その背景にある原因を自己分析する方法が述べられています。それによって、自らの中の心理的な障害物を縮除き、オープンな感情表現ができる土台を築くことができます。また、生後環境による影響、両親や他者との関係性が自分の感情表現スタイルにどのように影響を与えているかを多角的に分析し、自己理解を促進します。その上で、相似な自己表現を助ける日常的訓練法や自己の感情を明確でシンプルに伝えるための具体的スキルも提示しています。感情の法律に要求される社会的勇気を敬うことで人間関係が改善され、自らの人生の地が向上することを本書では具体的事力とともに分かりやすく伝えています。さらに、自己肯定感と感情表現。自己肯定感は個人の人生の価値を左右する重要な要因の一つです。本書によれば、自分自身の感情をアニロ直に認め、その感情を素直に表現することが自己肯定感を育む重要な間になっています。自分の感情を否定すると本来の自己がわからなくなり、自己不安が増上していきます。何より感情へ背負になることによって自らの存在を丸ごと収容できるようになります。また、自己肯定感が高いと自分を否定せずに相手との交流が良好になります。自分自身の感情と向き合うことは
容疑ではありません。しかし、本書はその手順を丁寧に説明するとともに、感情的な解放が自身の心理的健康にどれほど良い影響を与えるかを明らかにしています。具体力を使いながら、否定的自己イメージの転換法を具体的に試し、自己を肯定して感情を自由に出せるようになるための道を明確にしています。自己肯定感を高めることは、最終的に周囲の人々からも愛され好まれる人になるためには重要な要素になります。そして、感情表現が上手い人の人間関係、感情を上手に表現している人は自然体で、自分にも相手にも素直に向き合います。そのため、他人から信頼されやすく、人間関係における誤解やトラブルのリスクも低下します。本書では、感情をうまく表現している人々の特徴として、自己の感情への理解や共感能力、自己主張力の高度差を操作しています。同時に、感情表現の苦手な人が感情表現上手になるための具体的なパターンを紹介しています。これらには、社会心理学やコミュニケーション理論に基づいた説得力ある根拠も示されています。感情を素直に表現することによって、対人関係をスムーズにし、より厳化な社会生活を送る方法を解説します。最後に、感情を出すことで生まれる幸せ感、感情を控えめにすることで苦しみを抱えている人々に向けて、感情を自由に表現することがいかに幸福感を高めるかを詳細に解説しています。感情を適切に出すことで精神的なストレスが制限され、内面が充実し、自己満足感や幸せ感が向上するメカニズムを心理学的側面から専門的に分析しています。結論として、本書は自分の内面を深く理解し、豊かな人間関係を構築したい人、自己肯定感を高め、責に足のついた人生を送りたい人へ特に推奨されます。本書を読むことで、感情表現という日々の問題を乗り越え、人生の知と人とのつながりの深さが大きく向上します。他の来術より具体的かつ実験的な方法論が豊富であり、日常生活に起応用可能であるという点で特に優れた内容です。ご支援いただける場合は、加藤大さん、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。ロゴの感想をぜひお聞かせください。それではまた。